画の取材のために東京の青ヶ島へ行きました。シンガポールに住む島漫画家のアイラです。このヘリのシーンがバイオハザード1作目の冒頭シーンに見えました。チキンハートに置き去りにされる主人公たち。青ヶ島の集落はたびたび濃霧に包まれます。ここはサイレントヒルの世界か。集落なのにインターネットが一度も使えませんでした。楽天モバイルの eSIM とドコモの SIM の二刀流が完全無力化。外界との連絡手段がついえました。300円の地熱サウナ。平熱 35.6 度がこの日以降36度台になり体質変化。地熱釜は無料で使えます。飲食物の調達は商店で可能。2次離島なのに販売額が異様に安い商店。シンガポールよりも安い。店主、気づいてくれてありがとう。赤字率 100% なの。本当に心配。アマゾンが離島の店を潰す現象は日本全体規模。青ヶ島の小中高校見学は事前予約制。日本語の電話が苦手なら商店の店長に翻訳アプリ提示で依頼。キャンプ道具も持参してきたし、サバイバルゲームの始まりです。だったのですが、僕のソロキャンを心配し、マハラ島に青ヶ島も登場するから情報提供に協力しようという青ヶ島の親切な人たちのご配慮を受けました。初対面の僕は彼らの別宅に無料宿泊。青ヶ島の民宿よりも倍以上に広い部屋。洗濯機、電子レンジ等あり。加えて2日間彼らの車で青ヶ島を案内していただく体験を得ました。誠にありがとうございました。うちのアイラがお世話になりました。こちらが決闘ですか。次回僕が日本に戻ってきた際にシンガポールの品とお手紙をこちらの親切な島民さんへお送りします。青ヶ島が所属する伊豆諸島がマハラ島に登場するのは主に第3章です。ここには鹿児島県トカラ列島の悪石島と佐賀県高島のマハラ人が訪れます。悪石島も地熱系の島です。沖縄鹿児島と共通点も少なくない青ヶ島ですが、月桃茶の食文化はないようです。約2年で460以上の友人島へ行った僕アイラだからこそ言えます。集落でインターネットがつながらなかった友人島はこの青ヶ島だけです。バイオハザードとサイレントヒルから危険要素を引いたような島もこの青ヶ島だけです。青ヶ島は人口が少ないことを PR していますが、島民たちとのエンカウント率がかなり高いです。サイレントヒル系ですと巨大火山島薩摩硫黄島はほぼ 0% でした。青ヶ島よりも多い約200人が住んでいます。どうやら東京の人の方が引きこもっていないようです。しかも NPC 青ヶ島島民たちは日本のバラエティ番組よりも面白く笑える話を頻繁に交わしていました。明るいサバイバルアイランド青ヶ島へ二重カルデラの撮影を目的に行きましたが、彼らと話すうちにカルデラがどうでもよくなりました。青ヶ島の真の魅力は島民たちです。この島の自然の恩恵を受けて生きる。昔連続殺人鬼が青ヶ島にいましたが、その話は後で。アイラはソロキャンの準備をしてきましたが、ここのキャンプ場は他の伊豆諸島のそれよりもいろいろ良くない。
この日、他のキャンパーたちは断念し、民宿に切り替えていました。青ヶ島でレンタカーを借りる場合、軽自動車とガソリン代金の合計で1日約5000円です。僕は車を借りていません。今、運転いただいているのは青ヶ島の人です。彼らは僕に島を案内してくださいました。この日の夜の海は穏やかだったので、ここに来ることができました。集落からは歩いて約2時間の坂道です。立ち入り禁止の場所も多い。日本語読解スキルが乏しい人の場合は、ここに来ないことをお勧めします。この島に限らず、夜の海に落ちて助かる人はかなり少ないです。青ヶ島上陸戦略。上陸戦略について話します。13人以上のキャンセルで繰り上げ上陸を果たしたのも戦略です。僕は3ヶ月前に行く日を決めました。青ヶ島へのアクセスは東京の八丈島からのヘリコプターもしくはフェリーです。八丈島空港は日本の空港の中でも発着率が最難関クラスとされています。八丈島空港視界不良のため着陸できない場合は東京に引き返すことが予想されます。お客様はご了承の上ご搭乗ください。羽田に飛行機が引き返すことは珍しくありません。2025年5月も頻繁に欠航や引き返しが発生しました。東京諸島観光連携推進協議会が青ヶ島の5月は波と風が比較的穏やかと言ってますが、毎年5月は欠航が多いですけど、伊豆諸島は日本の内地よりも梅雨が2週間以上早く始まります。5月はもう大雨シーズンです。2023年は6月に台風も来ていますが、春に行くなら4月か6月だと僕は思います。3月は近年寒波と海上不良が日本全体でかなり増加しています。とにかく寒いし観光シーズンではない。特に2025年5月はフェリーの欠航率も高かったです。僕は欠航とキャンセル待ち繰り上げを見越して5月を選んだ戦略です。460島行ってると経験値が豊富です。八丈島へ行くには東京竹芝からのフェリーになりますが、ヘリコプターの受付時間に間に合わないため1日早く八丈島で滞在することになります。ちなみに八丈島のキャンプ場は0円で利用可能です。青ヶ島のように渡航タイミングが読めない場合はキャンプ場で調整するのも戦略の一つです。僕は八丈島の撮影も目的だったので空路を選択しました。青ヶ島は上陸脱出最難関の島ではない。青ヶ島は日本一上陸脱出が困難と称されることがありますが、実際そうではありません。フェリーの就航率は年平均で約 60%、 ヘリコプターは年平均で約 80% だそうです。僕が行った5月の週はヘリコプターが 10% 未満でした。僕が乗車した日だけ就航してました。日本のフェリー上陸最難関は沖縄の大東島です。天候状況に基づく。僕が行った月はフェリーの就航率がたったの 20%。 運航は普段から週に約1本です。対する青ヶ島は週に4本です。青ヶ島と違い大東島はそもそも船が接岸すらできません。人間はクレーンで吊るされて下船です。ただでさえ大東島への行政官のスキーエンジンは非常に乏しい現状です。政治家の裏金を全額回してほしいですね。僕
僕は4週間沖縄で待ち、5回目のフェリーで島に上陸できました。沖縄と日本本土の間にある鹿児島のトカラ列島、そこは3週間の物資運搬なしが毎年恒例です。ヘリコプターも飛行機もありません。近年の青ヶ島の欠航は最長2週間だったそうです。鹿児島や沖縄より1週間も短い。台湾の蘭嶼は飛行機の年間就航率が約 40%。青ヶ島はこの2倍の確率で行けるんですよ。まだそれらに行ったことがない人は青ヶ島を前哨戦としてみてください。台湾と九州から見れば東京の環境は厳しくありません。僕は5月19日だけの1候補で青ヶ島へ行きました。この日付は2月に決めていました。2月はアナがセールを行うので、羽田から八丈島9170円で行けます。フェリーは5月の場合、最安値は大人で11,360円。日本の障害者手帳があれば半額の5,680円です。このヘリコプターも障害者割引がありますが、半額ではなく8,810円。青ヶ島のフェリーは半額で1,050円です。青ヶ島のキャンプ場は0円で利用可能です。キャンプ場の利用申し込みは青ヶ島村役場へメールを送信します。しかし青ヶ島村役場のメール返答率はまさかの 25% でした。送信して1ヶ月経っても返事がないので催促しました。青ヶ島の交通機関よりもパーセントが格段に悪いです。予約受付になっていたので役場に行ってみたのですが、僕の受付記録がありませんでした。僕は自分の名前を言いましたが、別のキャンパーの名前を確認されました。460島行ってきた僕だからこそ言えます。役場の中で青ヶ島の返答率の悪さはワースト2位です。それとキャンパーに対しこのような封筒と読みづらい印刷の地図が手渡される運用です。肝心の道が全く印刷されていなくて意味なしマップ。伊豆諸島の他のキャンプ場では紙媒体配布はありません。情報は無体物で十分です。受付の職員男性では変革困難な環境下にあるかもしれないため、今回このような形で管理者に伝わるようにしました。別の地図の方が分かりやすいです。予約方法についての紙を予約後に渡されても、話す相手間違えていませんかって感じです。それと書類は誤字脱字がありました。以上、紙資源が無駄なだけの運用なので改善を求めます。SDGs を島民が意識しているのに、行政がこれはダメです。毎年度の課題設定と改善への取り組みに対する人事効果もどうなっているんだろう。キャンプ場のトイレですが、夜間照明がありません。同じ伊豆諸島の八丈島や三宅島、他では夜間照明があります。これも別のキャンパーがキャンプをやめた理由の一つでした。トイレットペーパーは湿気で濡れていましたが、予備はきちんと梱包されていました。この場所は夜の闇が深すぎて、敏感な人には困難なようです。雨に負けて東屋で避難したキャンパーもいたそうです。風はしのげるけど、水はけが課題に思えました。上陸する曜日の選定。僕は月曜にここに上陸し、火曜に出ました。僕が月曜を選択したのには3つ理由があります。1、有給の使い方。多くの会社員は土曜、日曜、祝日が休日です。青ヶ島へ来る会社員たちは彼らの有給を週末に使って訪問してきます。だから週末に悪天候でアナやフェリーの欠航可能性を知ると、彼らはセットでヘリコプターもキャンセルするわけです。
なので週末前後である金曜や月曜は訪問者が減る確率が増えます。2、勤怠申請。僕が金曜でなく月曜を選択した理由、勤怠申請と慣習です。月曜以降の有給申請を勤怠状況に反映していた場合、週末の上陸を断念したときに金曜の就業時間中に申請の取り下げを行う必要があります。この社会人常識を逆手に取りました。土曜の朝にはヘリコプターの繰り上げキャンセル待ちの人に連絡が行くようになります。そして青ヶ島へのヘリコプターの会社は日曜が休みです。かつキャンセル待ちの人への連絡は搭乗2日前の16時で連絡終了ルール。だから月曜搭乗なら1と2のメリットを享受できます。3、ヘリコプターに依存しすぎない。雨の多い時期はフェリーの方が就航率が良いです。ヘリコプターの9人枠に対しフェリーは50人乗船可能です。八丈島空港から港へは徒歩50分かタクシー利用です。八丈島はタクシー予約ができません。空港でタクシーに乗れなかったらアウトです。僕の時は八丈島空港の到着から荷物を受け取るまで約15分でした。僕が青ヶ島の民宿に電話したら港へは送迎しない、ヒッチハイクしてくださいと断られました。そんな宿に泊まる気なんか失せます。青ヶ島にはタクシーがないので坂道2時間半上がるのは正直疲れますね。天気について3ヶ月以上先のことなので経験と直感で決めています。伊勢神宮に参拝している恩恵もあると思います。僕は火の神を信仰しているので火山島との相性かもしれません。あと僕は子供の頃から占い師でもあるんで行く日は占いでも見ました。青ヶ島の造酒工房です。一時もろみを作って、はい、で4、5日経ってまた麦を投入して、二時もろみにして発酵させるのね。でそれから蒸留していくんですよね。で蒸留した昨日とおととい蒸留したお酒があるから、何ていうのか、まあそっちからも出してくるね。タンクに貯めるわけだね。というわけで、ありがとうございます。本当に数的で。数的です。はい。すごい、香りすごい。本当に数的で、いやもっと半分以下で全然、はい。残ったら俺が飲むよ。よろしいんですか。ではちょっとお袖。37度ぐらいね。結構強いですね。7から8ぐらい。飲めない人は本当に舐めるだけでいいよ。じゃあ舐めるだけで。すごい、これはすごいぞ。口の中がふわーってします。強い。37度強いですね。だって普通の焼酎は25度ぐらいじゃん。そうなんですか。こちらの血族の方々は人間なんですが、島に近い存在感の人たちです。お孫さんも透明感が強かった印象でした。僕が行った日に見かけた他の名字の人たちにはそれは感じなかったです。商店で買い物しつつ出待ちしているとそれがわかるかもしれません。こちらのご主人が商店の前で車を止めて片手を出しているときは、缶コーヒーくださいの合図だと学びました。青ヶ島訪問者が缶コーヒーを持参し、彼の血族と握手する光景がマハラ島では描かれます。
青ヶ島のマハラ人は彼の末裔として登場し、鹿児島のトカラたちと協力関係を結びます。翌朝8時、ヘリコプターは欠航、船は就航確定。インターネットが相変わらず使えないので、警察官に尋ねて教えてもらいました。NPC が全身迷彩柄の服を着て商店に入っていきました。青ヶ島に自衛隊基地はありません。警察官は朝8時頃から通勤と通学の島民たちに挨拶していました。彼も話すと面白い人です。港でお名刺をいただきました。礼儀正しい人です。ところで日本には移動留学を行っている島の学校が多くあります。各地域の教育委員会に許可を得て数十校を取材させていただきました。都会育ちや障害を持った子どもだけではなく、海外で生活してきた人が子どもの成長で移動留学を選択する例も複数あります。文部科学省が情報発信を推奨しているのでもちろん OK ですとご快諾いただく関係者がほとんどでした。しかし青ヶ島村教育委員会には即答で断られました。同じ伊豆諸島の新島は取材 OK でした。ソイスルという日本語が離島留学のホームページに使われている青ヶ島。広辞苑という日本の辞書があります。日本の裁判所で唯一使用される辞書です。言葉の定義はこれが基本の扱いです。阻止するは反対派に対し力などで邪魔する意味合いの旨も記されています。当初は賛否両論ありましたが、と青ヶ島のホームページには書かれていますが、阻止というやり方よりももっと温厚にお願いいたします。そんなわけで青ヶ島の学校は漫画で風景だけの登場です。いろいろ阻止するスクラム全開の青ヶ島。スクラム組んだら伊豆諸島で最強なんじゃないか説、阻止だけに。連続殺人鬼のたたり対策で作られた神社に行きました。2ルートあるんですが、僕は時間がなかったので、この急勾配の玉石階段を登りました。多くの観光客が選択しないルートです。雨と濃霧の影響で滑りやすい石。ここで転倒したら怪我確実で天にも召されそうですね。足のつま先程度しか置けない箇所も多くありました。一部の SNS が青ヶ島とこの神社を拒まれている恐怖として写真で紹介しています。さっきの阻止ネタの次は拒絶ネタですか。実際この島に来て拒まれている感じや恐怖は僕はなかったです。NPC は挨拶率 100%、なんちゃってサイレントヒルアイランド。こちらの加害者については青ヶ島の図書館で文献を読みました。1757年に7人を斧で仕留め、別4人を負傷させたとされる男性です。斧1本では刃こぼれして無理そうだ。2人に対して1本と仮定し、彼は5本は装備したのか。青ヶ島の武器、バトルアクス。彼と両思いとの女性との間にコミュニケーションミスが生じて、女性が命を投げ打ち、あんたらのせいやでと襲いかかった話でした。それ、コミュ障が原因じゃないんですか？図書館の人曰く、文献には海に飛び込んだ結末と書かれているけど、実際はそうじゃないって話もある。とのこと。異世界転生して第二の人生生きてるかもですね。癖の強いキャラなんで、マハラ島で第三の人生生きればいいよ、思うよ。この後、島民の方に車で港まで送っていただけました。途中一緒に赤コッコを探したり思い出もできました。大丈夫です。しかも中国語メッセージ付きで手作りお菓子までいただきました。ここは湿度 90% 台でシンガポールのような湿度住環境。乾燥剤入りで梱包も密閉対策済み。島にメッセージカードも持ち込んでいる。この1枚の写真だけでこの方がいかに気配りや丁寧に仕事をするかが伝わりますね。昨日のご主人の奥様からは手作りおにぎりを2個いただきました。
昨日炊いたご飯ですと彼女は2度僕に言い謙遜していました。しかしこのライスボールは剛速球。僕が過去食べた中でダントツに美味しいおにぎりでした。青ヶ島の雨水が美味しさの秘密でしょうか。新しい業にして事前予約制で作りませんか。シンガポールのコンビニのおにぎりは乾燥してて食べてて空中分解ですよ。お米が空中分解していいのはチャーハンだけです。八丈島へはサンダルで行くほど NPC には近所感覚のようです。フェリー内は飲食禁止、そのためか他船よりも綺麗なカーペットですね。サンダル島民の自撮り撮影が長く、間近の青ヶ島を撮影できませんでした。島が装飾品扱いになっている。460島行ってきて青ヶ島だけです。見たのは。翌朝フェリーで御蔵島に行くので八丈島のキャンプ場でこの後一泊しました。ご視聴いただきありがとうございました。